はい、こんにちは。今回は続々ホーミングの作り方として、前回弾自体がターゲットをトレースしてホーミングしていくやり方をやったのですが、動画を見直していたら間違っている点があったのと、客観的に見ていたらもっと実用的な方法をやればいいのになと思ったので、今回はプレイヤーが向いている方向で一番近いものにターゲットして、そのターゲットをスポーンアクターに渡す方法をやってみたいと思います。シャープ22を作った頃には、スポーンアクターに変数を渡す方法はめんどくさそうだなと思ってたんですが、最近シューティングゲームみたいなのを作った時に、アホみたいにプロジェクタイルをいろいろ飛ばしてみて、変数を渡すといろいろはかどることが理解できたので、多分今回の方法の方が実用的なんじゃないかと思います。まず前回の間違いを直していきたいと思います。オブジェクトフォルダーの PP プロジェクタイルフォーミングを開いて、直していきます。間違いとしてはですね、ここになんか最終的にこのヒットコンポーネント差し込めばいいやんみたいな感じになってたんですけど、それだとなんか奇跡的にこう最初に当たったここに対してこれが入って、2個目がこれだったんでちょうどうまいこと言ったんですけど、3個4個ってなってくると、この状態だと変な多分望んでない結果になってしまうので、こっちか、このターゲットやっぱり必要ですっていうところで、これをセットして、正しいやり方としては一応こういう感じなのかなっていう気がしますね。で、こっちにも入ってなくて、こっちの問題点としては1個しかオーバーラップしなかったとき、なんだろう、ノード2がこうターゲットがセットされないっていう状態になっていて、なのでこうしないと、前回はなぜかうまくいってた状態でしたけど、こうじゃないと、複数大量にあった時にちょっと思ったのと違うものにターゲットがいってしまうと思います。でもっと正しいやり方としては、ここを切ってそんなに下に持っていくつもりはなかった。でここも切って、ここっすね。このコンプリーテッドってところで、最終的にホーミングターゲットを当ててあげると、おそらくこの方がいいんじゃないかなと思います。こう組んだら、なんて言うんだろう。もう一回ここに検証済みっていう形で、あったらみたいなルートが必要かなと思ったんだけど、今空の状態で差し込んでも特にエラーとかは出なそうなので、こっちのループが走り終わったらこれを最終結果として放り込むっていう形にするのが、多分この流れでいくんだとしたらこの方がいいかなって感じですね。で今日はこれを使わないというか、ここからまたコピーはしてきますけど、これはちょっと放っておいて、で次は今回はプレイヤーが前を向いてる方向に対してトレースをしてターゲットを追っかけるっていう感じにしようと思うので、プレイヤーを選んで、このシュートのところに新しいのを加えていこうかなと思います。全体の入力値の左側のラインのシュートのところに、この辺に、せっかくなんで前回関数にした方が処理が早くなるっていう話をしたので、
じゃあ、関数を0から作るっていう感じで、関数作りましょうか。関数で、これをトレースターゲット、トレースターゲットっていう関数を作って、この関数に対して、この関数は何をするかっつったらあれですよね。このホーミングでやってた、このトレースしてループさせてセットするっていうのをもう全部関数でやってしまおうかなと思うんですけど、これをとりあえずちょっと変数ごと持っていくっていうのがなんか空の変数を持っていくことになってしまうので、それはちょっと避けようかなと思って、この普通のノードの部分をコントロール C で持ってきて、つなげとこうかなと思います。で、ここでいろいろまたこっちでやってる判定みたいなのをやろうと思うんですけど、とりあえずこの状態で、イベントグラフの、ここの間に、このトレースターゲットっていうのを入れようと思います。よいしょ。よいしょ。で、シュートボタンを押されたら、トレースが行われて、なんかを、シュートされるっていう、ここで、全部処理を済ませようかなと思います。とりあえず多分これで、この状態でプレイヤーを中心に、トレースみたいな何かが出てくると思うんですけど、シュートボタンを押したら、プレイヤーを中心に、緑の輪っかが出てくるかなっていう感じですね。あとは、こっからはあれですよね。もう一回変数を作って、ヒットコンポーネントの変数を作って、ヒットコンプ、ヒットアンダーバーコンプってやって、もう一個変数が必要なんですけど、これ、もう一回ここから変数に昇格って言っても、変数ってよくわかんないですけど、とりあえずこの中身の種類を一緒にさせるために、新しいの変数を作って、こっちをターゲットコンポーネント。こういう名前にして、で一応この変数を扱っていくんですけど、これでターゲットコンプに、またここで検証済みにチェックが入って、あったら、ターゲットコンプにヒットコンポーネントが当たって、比較対象があったら、これはもう前回の復習なので、よいしょ。これでいいのかな？こういう感じでここに前回のこれを引っ張っていきましょうか。ちょっと今回上に持っていきましょうか。これで上がターゲットで下がコンプ。この状態でつなげてって感じですね。ちょっとぐちゃぐちゃになってきましたけどね。はい。これでいいのかな？ターゲットコンプにヒットコンポーネントが、当たるタイミングを指定して、これでいいのかな？仕込みとしてはこれでいいような気がします。
まだこれは何もしてないですけどね。単純に今は緑の円が出てるだけっていう状態なので、ちょっとあれなんですよね。あとここに、今現状だと、プレイヤーを中心に全部がトレースっていう感じなので、プレイヤーの前方に対して取っていきたいなっていう、プラス、この上に入ってるのがプレイヤーのいる場所っていうところで、それプラス、ゲットアクター、アクター、なんだっけ、フォは、ゲットアクター、ゲットアクターフォワードベクター。これが、ちょっと試しにこれ、ティックで見てみましょうか。ティックで、これを、プリントストリングスで、プリント、ストリングスで、これが何を意味してるかっていうと、今、X が1になってると思うんですけど、右を向いてたら1、左を向いてたらマイナス1っていう感じで、とりあえずどっち向いてんのか、X の方向どっち向いてんのかみたいな感じで、数値が取れるので、このプラス1、マイナス1っていうのが、持っている状態で、構造タイピング、とりあえず X 以外はいらないので、X かける1000、まあ右向いてたら1000向こう右側に、足されるっていう感じですかね。で、こっちも構造タイピングをこういう感じにしとくと、多分左に X プラスだったら1000右に発射されてっていう状態で、ちょっとこの状態で結んでみましょうか。これで、ほい。なんか緑がいろいろ重なって分かりづらいですね。ポイッとやるとこう、なんていうんですか。プレイヤーの右側にこう、で、こっち側にやると、左にやると、左側にトレースがかかるっていうやつで、これに対してもうちょっと、あんま必要ないんですけど、Z の値を、ぐちゃぐちゃになってきちゃった。Z の値を100足して、エンドの値を Z にマイナス100くらいに、マイナス100くらいにしておくと、なんていうんですかね。プレイヤーがだいたい100くらいの身長なんですけど、なんかまあちょっとだけ上下に幅があるような感じにして、もっとなんかこう、なんていうの、トレース範囲を上下に広げたければ、まあどんどん広げられるかなと思うんですけど、一応、こんな微妙な差をつける必要はない気がしますけど、まあとりあえずこんな感じで、こんなぐちゃぐちゃな感じですけど、こういうのあれですよね。自分で作ると、なんか別に大したことしてないんですけど、他人のを見ると、なんだろう、気持ち悪って思います。気持ち悪っていうか、まあ、わかりづらって思いますよね。なんでまあ、大したことなくてもちょっとめんどくさそうに見えるんですけど、とりあえず、まあ、実際大したことはしてませんっていうところで、って感じですかね。トレースの処理としては、まあ、多分これでいいんじゃ
ないかなと思います。次に、なんていうんですかね。プロジェクタイルの弾を、プレイヤーの状態としてはこのシュートボタンを押したらトレースがかかって、その結果が、このスポーンアクターに渡したいっていう感じなんですけど、そのためにちょっとスポーンアクターをちょっとこのホーミングのデータはちょっとぐちゃぐちゃでもう消していくのもめんどくさくなってきたので、この BP プロジェクタイル元々の方を右クリックから複製して、プロジェクタイル、これもまあホーミング2にして、これ命名規則とかでなんか文句言われそうな感じがしますけど、2にして、このダメージ処理は、どうしようかな。一旦このまま置いておきましょうか。とりあえずなんかいや、一回切っときましょう。一応とりあえずこのまま切っておいて、必要な要素としては、プロジェクタイルの、プロジェクタイルの、前回と前々回何回も触ったこのホーミングにチェックを入れて、ホーミングアクセラレーションマグニチュードを、まあ2000にしときましょうか。で、この状態で、ホーミングと検索して、セットホーミングターゲットコンポーネント。で、この状態で、ここに変数を昇格。ターゲットの変数を作って、この名前を、まあ、ホーミングターゲットにしようか。ターゲット。この状態で、このホーミングターゲット、コンパイルをした状態で、ホーミングターゲットを選んで、このインスタンス編集可能っていうところと、スポーン時に公開っていうところにチェックを入れると、入れるとっていうか、とりあえずここを入れておきますって感じですね。この状態で、キャラクターの方の、本来であればいろんなパターンを用意してこう分岐させる方がいいかなと思うんですけど、説明用というか切り替わり用として、プロジェクタイル、見つからない。プロジェクタイル、これですね。BP プロジェクタイルホーミング2の方を選んで、選ぶとここにホーミングターゲットっていう、さっき作った変数の玉というか、ピンが出てくるので、そこに対して、ターゲットコンプを渡してあげると、多分、これでいくんじゃないですか。ちょっと画面にいろいろありすぎて分かりづらいですね。ちょっとこの画面にある、これは残しといて、多分これで、どっちが近いんだ。こうやったらこっちだよね。ほい。とりあえず近い方に多分行ってるんじゃないかなと思いますね。で、直しておきたいところとして、何でしたっけ。このローテーションフォローベロシティと、あとなんか忘れている気がするけど、とりあえずローテーションベロシティを入れて、って感じですかね。ちょっとこいつが分かりづらいというか、移動しすぎて分かりづらいので、チルのじゃなくてテイをこれくらい用意して、この状態だと多分この一番下にホーミングするんですけど、なんですか、何かの間違いで順番、序列関係なくこれをターゲットしてる可能性があるので、こいつを一番近くにして、
多分一番近いところに行ってんじゃないかなっていう感じですね。でもこれなんだろうな。こんなにぐるぐる回るもんだったっけ。何がいけないんだっけ。ホーミングの値は2000になっているのに、なんだ。マックススピ3000にしてみましょうか。なんでぐるぐる回ってたんだろう。よいしょ。なんか、あんまり中心にガンって当たんないっていうか、なんだ。まあ、いっか。いっか。まあ、いっかっていうのもあれですけどね。まあ、とりあえず、これでやっていきましょうか。あれでもとりあえずこれで終わりなのかな、やろうとしてること。大体やろうとしてることはこういうことなんですが、まあ、せっかくなので、このホーミングの玉を消す方法として、まあ、いつもっていうか前、チュートリアル上でやってたのは、ここにライフスパンっていうのをセットして、まあ、5秒くらいで消えるってやってたんですけど、まあなんか、よくよく見てみたら、このセルフの中に、まあとりあえず、あれですね、忘れそうなのが、このスタート with tick は、まあサンプルのままだと入ってるので、切っておいて、これですね、このイニシャルライフスパンっていうところが、まあいちいちこっちっていうか、ノードで設定しなくても、ここのアクターの指定の欄で、何秒間で消えますかっていう、まあ、寿命を設定することができるので、まあ、ここでノードで設定するのは若干、なんか変なやり方をやっていたって感じですね。で、あとは、ボックスのオーバーラップで、まあ、ここにもハズタグで、エネミーとやって、で、ブランチでつないで、ダメージ。アプライダメージで、アクターを設定しないとダメージが通らないので、アクターを当てて、ダメージ1。で、まあ、デストロイにしちゃいましょうか。デストロイ。どれだ？デストロイアクター。まあ、とりあえずこれで、まあ、とりあえずダメージが通るようにしておいて、どうしようか。一回ダメージ通らないようにしときましょうか。まあ、5秒で消えるのはそのままでいいか。まあ、やろうとしていることは、あとは、なんか、せっかくホーミングなのに普通の、まあ、一発ずつっていうより、なんかいっぱい花火みたいに打ち上げた方が
見栄えするかなっていう感じで、どうしましょうか。こういう、どうしようか。こう、ループ、フォーループを用意して、これあれか、コンプリートってしたらこっちに行くようにした。で、何をやりたいかというと、今、プレイヤーのこの矢印から出るようになってたのを、ちょっと8方向から飛ばしてみようかなと思いますね。これをコードタイプに分割にして、これも分割して、一応この Y 軸方向で回転させるっていう形にして、8個。8個スポーンさせたいと。0から7っていう形で、これで8っていう扱いです。ループの場合はこうですね。なんか、この doN の場合は、8ってやったら8回なんですけど、ループの場合は、0から7で8回っていうことなんですけど、このインデックスで、これが1から7までの数字を持っているの、0から7までの数字を持っているので、これかける、インテジャーかけフロート。で、45っていうのは一応45度ずつ、45度でいいんだっけ。とりあえず45度ずつ、1個目は0、2個目は1なので45度っていう形で、どんどん45度刻みの、発射状態っていう状態ですね。で、ここを、とりあえず、get アクター、ロケーション。プレイヤーの中心っていうかプレイヤーから発生させるっていう扱いで、よいしょ。にゃ。これで多分8個弾が飛ぶ形になるんですね。こういう感じ。今は5秒で消えるだけっていうやつですね。で、ダメージを通るようにしてみて、気持ち悪い気持ち悪い。ダメージ通んないじゃんか。アクター、ここが入ってないですね。ダメージを通るようにして消えます。この後消えた後の処理みたいなのも、何かしらやった方がいいかもしれないですけど、なんか面白いことになってますよね。っていう感じですかね。でこれで終わろうかと思ったんですけど、まだちょっと気になる点が、ツッコミで体全体から氷が出るのもなんだなということで、ちょっと新しいスプライトを用意したいなと思います。下の方にこのよいしょっていう感じのスプライトがあるので、このフリーチルの26の3から9をクリエイトフリップブックで、ちょっと上の階層に持っていって、名前を、このシュートが10なので、10チルの、
違う。チルの10、シュート2とかにしよう。うん。で、今この7枚のスプライトに対して、15フレーム。7枚なんで14にすると、1ループって感じになると思うんですけど、14にすると 0.5 秒間か。0.5 秒間表示されることになると思うんですけど、たまに14以上表示されることがあるので、13にしておくとおそらく、このキャラクターの表示時間 0.5 秒間、シュートを打ったら 0.5 秒間シュートポーズをするっていう形になってるので、0.5 秒よりちょい長いくらいで用意して、あとは、これも、いろんなパターンを用意して、ホーミング用とか普通のシュート用って用意した方がいいと思うんですけど、とりあえず、シュート2。こういう感じで用意しておくと、体全体から発射されるみたいな感じに見えるんじゃないかなって感じですよね。これがいいかどうかは置いといてって感じですね。ほい。体全体からっていう場合、前方方向じゃなくてもいいかもしれないですけどね。でもとりあえず、よく使うのは前方方向なんじゃないかなっていうことで、こんな感じで組んでみましたって感じですかね。次回こそは、オーバーラップ組んでいくつもりですが、また大丈夫かなって感じです。はい、次回もよろしくお願いします。